ニュージーランド来て初めてですね。ニュージーランドに来て初めて。そろそろ海が見たいなと思って海側に行ってみようと思ってます。ルアプキかな。今日泊まる場所はもう昨日予約してあって、キャンプ場に行きます。後ほど旅の費用や全体を通して感じたいい点悪い点をまとめます。最後までぜひご覧ください。海だ。わあ、やばい、超綺麗。スクールバス、このとこに学校があるんだ。牛だね。突然未舗装道路になったんだが、これ大丈夫だよね。すれ違い困難だな。ニュージーランドに来て初めてすれ違い困難な道に。ノーサービスになってますね、インターネットが。ネット遅いな、みたいなところあったんですけど、完全に繋がんないっていうのは、ニュージーランド来て初めてですね。1デバイス5ドルで Wi-Fi を使わせてもらえるんですけど、ここに来るなら絶対この Wi-Fi のオプションをつけた方がいいと思います。今回の動画はサーフシャークの提供でお送りしています。今、キャンプ場の Wi-Fi に接続をしたんですが、今回のニュージーランド旅で私がネット接続するときに毎回使わせてもらってるのが、このサーフシャークという VPN サービスです。皆さん、Chrome のシークレットモードって使ったことありますか？個人的な検索をするときだったりとか、公共のフリー Wi-Fi でセキュリティが心配なときとか、個人情報を見られたくないからシークレットモードを使おうって思う人もいるかもしれないんですけど、実はね、あなたのアクティビティが知られる可能性はありますっていうメッセージが出ていて、個人情報が筒抜けになってしまっているかもしれないんです。サーフシャークが提供する VPN サービスはオンラインでの行動を暗号化してくれるので、皆さんの大切な個人情報を漏洩リスクから守ってくれます。普段のセキュリティ対策にもおすすめなんですが、私にとっては海外旅行の必須アプリでもあるんですね。経験がある方もいるかもしれないんですけど、日本からはアクセスできても海外からはアクセスできないサービスって結構あるんですね。以前スリランカを旅した時、自分のブログの管理画面にアクセスができなくて困ったことがあったんですが、その時サーフシャークのロケーション変更で日本を選択することで接続ができました。一つのアカウントで無制限のデバイスが使用できるので、1契約で家族全員使えるのも嬉しいですね。海子旅をご覧の皆さんへ特典があります。11月はサーフシャークのブラックフライデーということで、2年契約で最大5ヶ月分が追加で無料、30日の返金保証があるのでリスクなしでお試し OK。 海子というコードを入力して特典をゲットしてください。まずは概要欄のリンクからチェックしてみてください。それでは動画の続きをどうぞ。そうだ、右のを使ってって言ってたのこれか。つながりましたね。このサインが出てます。
夕飯できました。犬を散歩させたご夫婦に会ったんですけど、サンセットもう終わったって言われたんですけど、もう沈んじゃったらしいです。でもまだ綺麗なんで行ってみます。6時だって、日が沈むのは。超綺麗。何これ。外が 8.2 度でタウポよりだいぶ暖かい感じがするんですけど、中 11.8 度でちょっと寒くなってきてるんで、ヒーター入れます。毛布とこの掛け布団みたいなやつは2枚ずつあったんですけども、総動員して使ってます。タウポはめっちゃ寒かったんで、寝巻きの下にウルトラライトダウンも着て寝てたんですけど、ここはね、そこまで寒くないんで、多分ウルトラライトダウンなしで快適に寝れるんじゃないかなと思います。今朝の車内気温 6.1 度、外が 4.8 度。寒いけど、全然タウポよりあったかい。今日はさらに北上して、オークランドの方にさらに近づいていこうと思ってるんですけど、その道の途中でお昼しようと思ってるんで、ランチをね、作っとこうと思います。
お昼のパスタができました。ここから細い道だ。あー、よかった。いや、道も結構狭いし運転怖かったけど本当にいいところだった。In 300 meters, at the roundabout, take the first exit onto Lakefront Street. うわ、なんか綺麗。湖。この橋は1台しか通れない系の橋なんだ。あ、釣りしてる人がいる。どう止めようかこれ。あそこめっちゃサーファー浮いてる。いや、めっちゃいいとこじゃんここ。This way. なんとなくこっちが落ち着く気がする。Hello。日差しが出てるとかなり暖かいです。今日から9月だし、ほんと春ですね。今気づいたんですけど、初めてこのウォーターが減ってるよ。1/2、今半分なんだ。29日に給水をして、29、30、31、1日、4日目。4日目で半分なんだ。しかもそのうち2日はキャンプ場に行ったので、シャワーを使ってないんで、それであんま水を使う量が少なかったと思うんですよ。これ結構持ちますね。
ドネーションボックスがあって5ドル入れてください。ダンプステーションですね。これは明日使わせていただきます。ほったて小屋じゃなくちゃんとしてそげなトイレもある。シンクもある。ゴミ箱もいっぱいある。いろんなところに。すごいなんか240ボルトのパワーさすところもあるんですけど。あ、出た。もしもーし。めっちゃいい。やばい。超やばい。最高。明日返すんだけど、返したくないね。だいぶ北上したんで、本当にあったかいです。中がまだ20度以上あります。外も16度ぐらい。シャワー浴びたんで水の量をチェックします。お、4分の1まで減りました。ウェイストウォーターの方は相変わらずなんかずっとフルの状態なんでちょっとよくわかんないです。天気はまだグリーンゾーンにいますね。車内温度がまだ 18.6 度もある。外は14度ぐらいでちょっと気温下がってきてますね。ヒーターつけなくても全然快適です。シャワー浴びてさっぱりしました。もう今日もすごい熱々のお湯が出てめっちゃ気持ちよかったです。家庭用のシャワーとまではいかないんですけど、やっぱあったかいお湯ね浴びれるだけでね全然気持ち違いますね。
今日かなり気温も暖かくて、今日から9月なんですけど、もう全然この気候の感じが変わった気がします。初日来た時と30分ぐらいしか離れてないようなとこに今来てるんですけど、全然暖かいですね。初日泊まった時もFF ヒーター入れてすごい寒い寒いって感じだったんで、日中もかなりもうむしろ暑いぐらいだったですね。車で走ってる時は窓を開けて空気通してちょうどいいみたいな、締め切ってるとしたら暑いぐらいの感じでした。今日がですね、このバンで過ごす最後の夜になってしまうんですよね。9月の4日の便で日本に帰るんですけど、明日この車を返してホテルにチェックインして、明日明後日と友達と遊んで日本に帰るっていう、そういう予定です。いや本当にね、この車での旅が快適すぎて本当に名残惜しいんですけど、友達に会えるのは楽しみなんで、明日はこの車を返さなきゃいけないので、寝るまでの時間でちょっと荷物整理したりしようかなって思ってます。ダメだダメっぽい。排水の口を閉め忘れて走ってたんですけど、他のキャンパーの方が教えてくれました。助かったー。
ニュージーランド住みたくなりますね。サービスセンター1キロ。記念に入ろうかな、サービスセンター。必ずと言ってもいいほどマックが入ってますね。200 meters, turn right onto the ramp to Auckland. 何これ、駐車場がよくわかんねえんだけど。ここでいいの？Continue on State Highway 1 for 30 kilometers. そうちょっと海辺の駐車場を発見したんで、そこに寄り道しようかなと思って。あれ、奥は空いてる。トニバックでいるかな。卵が残ってたんで、時間ある時にゆで卵にしてたんですよ。それとケールとリンゴ、パンが3切れ残ってるんで、これをちょっと早めのお昼として食べて、腐ってしまうような食材はもう全部使い切ったっていう感じになります。Take the next right, then turn left. Can I fill my LPG gas? We don't refill it. We swap. Swap it. これどうやって外すんや。合ってるのかな。ここしかないよね。だって。あ、外れた。よっ。OK。返す準備は整った。ここ
までご覧いただきありがとうございます。この後無事にキャンピングカーを返却することができました。5泊6日間キャンピングカーで旅をしてきたんですが、旅全体を通して感じたメリットだったりデメリットだったり、コメントでもらってた質問に回答してみたいと思います。まずは費用のお話ですね。車両関係でかかった額から見ていきます。キャンピングカー5泊6日のレンタル料金が1ドル90円計算でだいたい65,340円です。1泊にすると13,000円ちょっとぐらいですね。これにクレジットカード手数料加えてだいたい67,000円ちょっとかかりました。クレカ手数料が地味に高いなっていうのが若干気になったんですけども、日本でこのサイズのキャンピングカーを借りるとなると、そもそも貸してるところが少ないっていうのと、1泊2万円とかですね、かなり高くなるみたいなので、それに比べると安く借りれたかなと思います。ニュージーランドでは道路利用車両っていうのがあって、今回借りた車両がディーゼル車両だったので、こちらの課税対象になったんですね。今回私が借りたものだと1キロあたり 0.076 ニュージーランドドル、これがかかるということでした。5泊6日の旅で合計750キロ走ったので、クレジットカード手数料を加えて約5,300円ぐらい支払いました。その代わりといってはなんなんですが、ニュージーランドでは高速料金が基本無料です。有料区間が3カ所のみしかなくて、今回はその区間は使用しなかったので全部タダで行けました。ガソリンはだいたい1リットル210から220円ぐらいで、旅の中で2回給油をしたんですけど、これで合計15,000円弱ぐらいかかりました。これは日本より結構高いですよね。合計68リットル弱給油して750キロ走ったので、1リットルあたりだいたい11キロぐらい走ったのかなと思います。最後に LPG ガスのボトルを交換して3,510円ぐらい払いました。ここまでが車両関係でかかった費用で、合計すると9万円ちょっとぐらいですね。ずっとキャンピングカーで寝泊まりしてたので、宿泊費用はキャンプ場に行った時の分のみです。合計約5,400円ぐらいですね。今回は外食はせずに食事は全部自炊で済ませました。スーパーで食料品の買い出しを2回やって、だいたい1万円ちょっとぐらいかかりました。食料品がね、日本よりちょっと高いので、最初はって思うと思うんですけど、物自体はすごくいいのかなと。グラスフェッドのお肉だったり、平飼いの卵が普通な感じで、実際すごく美味しかったですね。先ほどの車両関係の費用に宿泊、食費、これを足すと5泊6日のソロ車中泊旅で合計11万円弱ぐらいかかったっていう感じですね。今回成田からオークランドの直行便の往復航空券を128,040円で取ってます。ちなみに航空会社はニュージーランド航空ですね。ニュージー ETA っていうビザ代が23ニュージーランドドル、だいたい2,070円ぐらいですね。アプリからやると17ドルでできるっていうことだったんで、アプリをダウンロードしてやってみたんですけど、ずっとエラーで手続きができなくて、結局ウェブでやったので23ドルかかってしまいました。アプリが調子良ければそっちでやった方がいいかと思います。海外渡航者観光保護税っていうのがあって、これが35ドル、だいたい3,150円ですね。合計133,260円。航空券とかビザ関係の金額も先ほどの料金に足すと24万円ちょっとですね。あとはお土産代と車を返却した後のオークランドでのホテル代、友人と遊んだ時の食事代などもろもろ合計すると28万弱かかりました。一応今回は30万円以下でやろうって思ってたんで、予算内には収まったっていう感じです。車中泊っていう観点で言うとかなりやりやすい環境だなと感じました。質の高い無料キャンプ場が充実しているっていうのもあるし、オートキャンプ場もたくさんありました。車両はですね、基本右ハンドルで道路も左車線走る感じなので、日本人の私でも運転しやすかったです。今回借りたキャンピングカーはトイレとシャワーを完備したものだったんですけど、トイレシャワーなしでもう少し小さめの車両だともっと安く借りることもできます。日本だと入浴施設がいっぱいあって公衆トイレも割と綺麗なことが多いので、それでいいと思うんですけど、ニュージーランドだとそういうのはないですし、公園にあるトイレは必ず綺麗とは限らないので、トイレ付きだとやっぱり安心です。なので私個人としてはトイレシャワー付きのタイプをおすすめしたいかなと思います。油断は禁物ですけれど、治安もかなりいいです。キャンプ場とか施設の利用マナーがすごく良くて、親切な方がですねめちゃくちゃ多いです。今回の旅ではね、何度も見ず知らずの方に優しく接していただいて、もうすごい心温まる旅でした。
キャンピングカーの使い勝手についてなんですけど、全体的にはねすごく良かったです。車内高が190センチもあるので、もうほんと広々ですし、キッチンも広くて使いやすかったです。収納が多いんで服とか入れておけて、これも便利でした。ベッドの寝心地が良くって、本当に連日ね高いスリープスコアを叩き出しておりました。一番びっくりしたのがシャワーで熱々のお湯が出たっていうことですね。ガスでお湯を温めるんですが、ぬるま湯ぐらいのものなのかなと思ってたんで、これは期待以上でした。ちょっと微妙だなって思ったところもあって、ベッドとテーブルの切り替えがやっぱちょっと面倒でしたね。さっきキッチンの話したんですけど、キッチンは広さはいいんですけど、コンロを使う時に毎回ガスの元栓を車の外に出て開けなきゃいけないっていうのがあって、それがちょっと面倒なのはありました。これは残念だったなっていうところなんですけど、さっきシャワーが熱々で良かったよっていう話をしたんですが、お湯の温度はいいんですけど、水はけが悪すぎるっていうのがちょっと残念でした。足元に水が溜まってきてですね、すぐ流れていかないっていうので、これはちょっと気になりましたね。これコメントで質問いただいたところになるんですけども、防犯面で気をつけてたことはありますかっていう、明るいうちに車中泊場所にたどり着くっていうのをとにかく心がけていました。ニュージーランドはかなり治安がいい国ではありますが、暗くなってからうろちょろするのはあんま良くないかなって思いましたし、慣れてない土地で夜間に運転するっていうのもやめた方がいいかなと思ってですね、事故防止の観点からもこれは徹底していました。野生動物はどうなんですかっていう質問があったんですけど、自然がすごい豊かなので大丈夫なんでしょうかっていうことだと思うんですが、日本ではね最近クマに襲われたみたいな話もよく聞くんですけど、ニュージーランドではですね鳥はたくさんいたんですけど、家畜以外の哺乳類というか大きい動物は見なかったですね。私が行ったところでは野生動物が近づいてきて攻撃されそうになるとか、そういう怖い思いをしたっていうのはなかったです。ただ高速道路でですね車にはねられてしまった小動物の屍というか、それはよく見ました。ウサギとかリスとか鳥とかですね、日本でもたまにあると思うんですけど、ニュージーランドの方が数が多いかなっていう気がして、運転の時は気をつけた方がいいかもです。今回キャンピングカーは返却してしまったんですが、ニュージーランドにはあと2泊3日滞在する予定です。これからバスでオークランドに向かって、その後友人と会うんですけど、オークランドでも少し動画を撮ってみたので、その様子も後ほどアップできればと思います。それではまた次回ご視聴ありがとうございました。